皆さん、こんにちは、岡井介です。今回の動画はですね、僕の YouTube の中で大人気企画である、僕が皆さんの動画をフィードバックするっていうものなんですけど、先日ね、サロンメンバーから3本の動画をいただいて、それを僕がシビアにフィードバックすると。その動画がすごい大人気でして、もう今ね、5万7000再生回数ぐらいいってるのかな。で、コメント数とかもすごくて、みんなやっぱり僕のフィードバックを、生で聞くことによってすごく勉強になったっていう声が多かったんですね。で、それから自分の過去の3年前のミャンマーの動画をフィードバックして、それもすごい感触が良かったので、今回は第3弾目ということで、今回はサロンメンバーでも自分の過去の動画でもなくて、先日僕はワンスプラットフォームでクリニックというね、皆さんの動画をフィードバック、アウトプットしたものを修正するというサービスをリリースしたんですけど、そこのメンバーの方からですね、特別な許可をいただいて、今回それをね、僕なりにフィードバックしていこうと思います。で、ワンスクリニックではもう皆さんの動画をね、細かくフィードバックして、PDF でお送りしているんですけれども、また別でね、僕は僕なりにまた皆さんの動画を細かく、フィードバックできたらなと思っていますので、ぜひね、この動画を見ている方も自分の学びにつなげていただけたらと思います。それでは早速ね、見ていきましょう。じゃあそれでは早速見ていきましょう。これはね、ちなみに、バーベキューの動画後日出しますよ。一人バーベキューしたのでね。はい、そんな話を置いといて、タイトル、ハーベストの丘でポートレートムービーですね。で、今回ね、この3名の方、全員シネマティック Vlog というか、ああいった音楽に合わせてかっこいい編集をしていきたいという方が多かったので、それに合わせて僕がフィードバックしていこうと思います。どうぞ。すごくレベル高いと思います。音楽のテイストと、あとこの色味ですね。女性がモデルなので、この淡い感じって、とてもね、素敵だと思います、僕は。いや、これね、カメラマンの方本当に上手だと思います。この女性のこの笑顔とか、本当に素晴らしい表情を切り取れているので、ポートレートムービーって書いてあるんですけども、本当その通りで素晴らしい撮影技術だと思います。そうですね、強いて言うのであれば、全体的にいいんですけれども、例えばこういう今のシーン、わかります？スタビライザー使ってると思うんですけど、この、ギュインって曲がってしまってるんですよね。で、こういったポートレートムービーとか女性を撮るときって、やっぱりいかに綺麗に女性の表情を撮るかが大事だと思うんですね。ちょっとね、この揺れを入れて臨場感とか、そういった演出をしていると思うんですけども、綺麗に撮るところは、本当に滑らかに撮るっていうところで、そこはね、心がけた方がいいかなと思っております。可愛らしいですね、すごい。そうですね。今のこの黒ディゾルブとかは、いらないかなと思います。一回ここで黒ディゾルブ入れるんじゃなくて、何か同じような、前後のカットでね、似たような演出でより引きでつなげるか、この黒フェードで次のカットが大幅にね、環境が変わったりするんだったら、全然話は違うんですけれども、同じ環境なので、黒フェードはね、個人的にはいらないかなと思いました。今もこれスタビライザーがギュイーンってなってるので、本当にね、撮影の仕方ってすごく難しいと思うんですけど、滑らかにこうやって撮っていくところが大事だと思います。いいですね。今のはいいですね。音に合わせてドゥーンって黒で切って、次花なんで環境が変わっているって感じですね。こことか、ちょっとね、モデルさんの方にピントがあった方がいいかな、これに関しては。いい感じにボケてるのはわかるんですけども、奥のモデルさんをメインにしながら、こっちがボケてるみたいな演出だったら素晴らしいと思います。すごい表情がね、素晴らしい。とても綺麗です。ヤギさん。今のカットも、ヤギさんはいいんですけど、ここら辺のカットって必要性があまり感じられなかったので、ここはいいかなと思いますよ。モナカを買って、ヤギさんにあげるという流れになってますね。
なんかでも本当にね、撮影方法はね、素晴らしいと思います。なんか、一緒にデートしてるような感覚がこの動画からね、伝わってくるので、とても素晴らしいです。ヤギさんかわいいな。素敵素敵。あとこの音楽もなんかこの西洋というかヨーロッパを感じさせるような演出なんで、とても素晴らしいと思います。表情も素晴らしい。で、ちょっと欲を言うと、少しこの暗い部分にノイズが出てるんですよね。で、本当に結構難しい話なんですけど、ノイズとか画質が悪いと、ローとかで撮影しろとか、ログ撮影しろとか、そういった細かなね、話になってくるんですけど、ちょっとノイズが出てるので、ダヴィンチリゾルブノイズリダクションを追加するか、Adobe Premiere Pro でも、レッドジャイアントのディノイザーというものがあるので、ちょっと重くなってしまうんですけど、ノイズリダクションがあると、よりなんか滑らかな演出になると思います。あ、馬さん。今度は馬に乗るんですね。アクティブですね。今のも、手振ってるので、モデルさんの表情が見えてたら一番いいかなと思います。素晴らしいと思います。はい。これ言うてもシビアに結構言ってますからね。はい。素晴らしいです。ありがとうございます。それでは次の方行きましょう。どうぞ。ナイスミュージック。すごく綺麗だと思います。若干ここが、シャッタースピードとフレーム数が合っていないのか、この前の2カットとかはすごく滑らかで綺麗だったんですけど、多分暗いからシャッタースピードが調整されちゃったのか、なんかね、ブレてる。これ止めてもわかると思うんですけど、結構ブレてるんですよね。なのでシャッタースピードとフレームレートしっかり合わせていただけたらと思うし、ここね、ちょっと本当に細かなとこなんですけど、自分の影が若干映ってるんですよ。ここら辺に。わかりますか？そう。こういうのは撮影する上ではとても大事です。カメラマンが存在しているってことがこの動画では現れてはいけないと思っているので気をつけてください。ほら、ここら辺。なんだろう。ここに何か入っちゃってんのかな？ジンバルのあれかな？こういうのは多分編集でスケールした方がいいですね。もしかしたらマスキングかもしれないですけど。ハイパーラプスですね。これも、すごいよく撮れてるんですけど、わかります？このぐにゃんぐにゃんってなってるので、編集でワープスタビライザーエフェクトをかけるか、でもやっぱり撮影時に綺麗じゃないとワープスタビライザーもすごくうまくいかないので、なるべくこのスタビライザーを使っていると思うので、固定に合わせて目標物を決めてまっすぐ歩いていく。で、なるべくハイパーラプスで階段を登るって結構難しいので、階段とかを選ばずに直線で綺麗に進めるようなところを選んで撮影してみてください。で、編集でワープスタビライザーの追加です。映像自体はすごく綺麗だと思います。太陽の捉え方もね、フレア出てるし。これが残念かな？この、ね、右下のクロップした方がいいですよ。このカットも、同じようなね、後ろ姿が1、2、3みたいな続いてるんで、もう少し変化があった方が面白いかもしれないですね。でも、音楽に合わせて、こういうハイパーラプスを追加したりとか、ここ清水寺ですね。行きたいなぁ。清水寺だよね。素晴らしい。今の太陽の感じもいいですね。音楽に合わせて、こういった緩急をつけるっていうのはとても素晴らしい演出だと思います。ただ、スピードランプとかもあるんですけど、やっぱりこの、よく僕が言ってます、この、速いところからゆっくり、極端なので、もう少し滑らかにつなげるようにしましょう。ちょっとここも少しシャッタースピードとかがダメなのかブレてますね。でもこのフレアね、俺個人的な話なんですけど、超主観的に話すとこのフレアとかすごく好きなので、とてもいいと思います。桜。これがね、本当に残念なのでお気をつけください、次回以降。ちょっとここ同じ絵が長すぎてしまったので、
今のタイミングでうまく切れたらいいですね。Thank you for watching. Thank you for, thank you for seeing. 合ってるかな？はい、ありがとうございました。はい、次行きましょう。時間もあれなんでね。種子島。行きたい。皆さんでもやっぱり僕のチュートリアルって言ったらなんか自分で言うのおかしいけど、すごいやっぱ太陽の使い方がうまいですよね。ドローンかな？そうですね。今のエフェクトはがっつりなんて言うんだろうな、トランジションっていうものが分かってしまうので、動画演出をかっこよくするのであれば、エフェクトのトランジションをあまり使わずに、滑らかにね、実写の映像で前と後ろのクリップがつながるようにするととても良いかと思います。音楽好きです。そうですね。これもディゾルブで、切れるべきじゃないところで暗くしちゃってるので、あまり使わない方がいいと思います。最初と後ろ以外はね。今、ワンカットちょっと間違ってるかな？わかりますか？ちょっと多分、ワンフレームミスが起きてるかな。で、こういったケアレスミスをなくす方法は、シーケンスをとにかく綺麗につなげるってことですね。お、ナイスドローンですね。こういうのも、今止まってる状態から動き出したんですけど、最初から滑らかに動いてた方がいいですよ。そうするとシネマティックなドローン演出になるので。お、マビックミニですね。おしゃれ。今のワンカットも、ちょっとクリップとクリップのつなげがね、ワンカットぐらい黒背景が入っていたので分かりますか？今の。クリップとクリップは綺麗につなげた方がいいです。シーケンスでもう本当に一列に並べて、もう凝縮させるっていうイメージですね。いろんなものを上に重ねてしまうと、ごちゃついてしまいますので、お気をつけください。でも本当に音楽に合わせて、このスピード感、緩急つけたりとか、とても素晴らしいと思います。今のルマフェイド懐かしいですね。ルマフェイド。すいません。僕前回ミャンマーの動画でルマフェイドすごいディスってしまったんで、失礼します。そうですね。今の、花のシーンとかは音楽のテンションに合わせて無理やりこのスピード感つけて撮ってるってイメージがあったんですよね。それだと何を撮っているのか明確な目標がわからないので、なるべく音楽に合わせすぎずに、まずこのワンカットで何を伝えたいのかっていうところを明確にして、それで音楽にかつ合わせに行くと、すごくかっこいい演出になると思います。はい。ありがとうございます。今ね、皆さんのこの3人のね、動画をフィードバックさせていただいたんですけど、どれもね、素晴らしい動画でして、やっぱり動画のね、改めて持つ力というものを僕もね、改めて認識させていただいたんですけど、今回ね、ワンスクリニックっていうプラットフォームで、彼女たちの動画を僕がフィードバックさせていただいたんですけど、このような形で、まずは明確なゴールを決めますと。この方は僕のマイヤー2018を参考にしていまして、そういった明確なゴールがありますと。で、そのゴールに向かってどのように技術をつけてどのようにアップデートしていけばいいかっていうところをこの PDF で僕たちが解説させていただいております。で、実際にね、この動画の特徴ですね。特徴、例えばスピードランプでクリップに緩急を持たせているとか、特徴を述べさせていただいて、その後に、皆さんのね、今回の動画とかを、拝見して、どういったスキルを持ち合わせているのかっていうのを、客観的に拝見させていただいております。撮影に関する技術とか、編集に関する技術、総合的に評価させていただきます。そして実際にね、明確な目標があった上で皆さんの動画をいただいて、そして僕たちが、こういったところを、意識するとより、アップデートされますよというところを細かくね、解説させていただいております。で、フィードバックで言うと、いい点ね、太陽のフレアをね、利用しているとか、ドローンの素材と地上の素材をうまくミックスしているっていうところですね。いろんなね、寄りとか引き、空撮とか地上とかいっぱい組み合わせることによって、良質なコンテンツになるので、とても素晴らしい指摘だと思います。で、次に撮影力に関して、おすすめしたりとか、編集力についておすすめしたりとか、なるべくね、皆さんの動画技術がよりアップデートするようにフィードバックをさせていただいております。はい。で、最終的にワンスクリニックからの提案として、テーマを決めたりとかね、あとはポイントとか構成、ロケーションとか、そういったね、
クリニックが感じたことってのを最終的にまとめて皆さんにお話ししております。で、皆さんのね、動画を見させていただいたんですけど、音楽に合わせすぎてしまって、カット自体の表現が甘くなってしまったりとか、いろんな課題点があると思うんですけれども、やっぱり、総合して言えるのは、この動画を通して何を伝えたいのかっていうところを明確にすることだと思うんですよね。なのでそういった客観的視点をワンスクリニックから皆さんにご提案させていただくことで、今回はね、これをインプットして皆さんの次の表現につなげていただくってことを、僕たちはね、サポートさせていただいております。でね、このワンスクリニックっていうものは、このフィードバックが終わりではなくてですね、チャットサポートというものをやっております。皆さんからわからないことを、タイムリーにね、24時間以内に返信するっていうワンスチャットというものもやってますので、本当にその世の中にはね、情報がありふれていて、今ってその自分に求めた情報をピックするっていうことがすごく難しい世の中になっているんですね。なのでこういったワンスクリニックっていう明確な目標を決めて、で、かつ皆さんのアウトプットの方向修正まで手掛けるっていうところを、僕たちの強みにしていますので、ぜひこちらのワンスクリニックチェックしていただけたらと思います。自然と今ピースしちゃった。はい、すいません。はい、そんな感じで、ワンスクリニックしかり、僕のシネマティック兄弟とかね、いろんなものがあると思うんですけど、自分に合わせて、様々なね、サービスを見ていただけたらと思います。引き続き皆さんのためになるようなコンテンツを出していきますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあそんな感じで今日の動画も以上です。さよなら。